皆さんこんにちは。この動画は先週投稿した湯布院 Vlog の続きとなっております。前回の動画では湯布院での食べ歩きをはじめ、湯の平温泉にある癒しの宿高翔さんにも撮影のご協力をいただき、癒しをテーマに旅をしてきました。また動画内では今の病状とそれに伴う今後の活動についてもお話ししておりますので、まだご覧になられていない方は先にそちらの動画をご覧ください。今高翔さんでこうして美味しい豪華な朝食をいただいておりますが、朝から最高です。僕は普段あまりたくさん食べれる方ではないんですが、とにかくお米が大好きで、高翔さんのお米がこれまためちゃくちゃ美味しくて、さらには自家製明太子が今まで食べた明太子の中で一番美味しいということで、おかわりまでしてしまいました。可愛い猫ちゃんが映っておりますが、この後チェックアウトギリギリまでここ高翔さんを堪能したいと思います。本当にチェックアウトギリギリまで癒しの宿高翔さんを堪能して、これから熊本県の阿蘇へ行きたいと思います。今回の旅は大分空港がスタートとゴールで1泊2日$300の旅ですが、宿泊したこの場所から阿蘇まで1時間かからないくらいで行けるので、贅沢に1泊2日で大分県と熊本県の2県にまたがって旅をしていきます。阿蘇に行くのには理由がありまして、前回の動画でお話をさせてもらいましたが、このドル旅という企画を5カ所に絞って紹介しますと言っていたので、そこまではしっかりとやりきって、それから一旦休養に入ることにしました。休養の理由については前回の動画で詳しく説明させていただきましたので、ぜひそちらの動画で確認していただければと思います。休養に入るということですが、もうすぐこのチャンネルを始めて1年となります。この期間で体調の悪い日があったり、なかなか編集がうまくいかなかったり、いろいろなことがある中で週に1回の動画投稿を頑張って続けてきました。そんな中で今このタイミングで休養に入るというのは、自分自身非常に悔しくて正直ショックを受けていました。そういった理由があったので、今回の旅のテーマを癒しにすることに。阿蘇は初めて家族旅行に行った自分にとっては大切な思い出の場所ですし、自然豊かですごく癒される素敵な場所なので、時間的にも行けるということでこれから阿蘇へと向かいます。自然豊かな阿蘇の景色を皆様にもお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。阿蘇へ到着して、まずはじめに鍋ヶ滝へとやってきました。ここは九州地方の中でもかなり有名な滝となっており、ずっと行ってみたかった場所の一つです。実は前にも行こうとしたんですが、コロナウイルスによる入場制限があったりと行けなかったので、今回ここに来れただけですでにテンションが上がっております。ここ鍋ヶ滝はシーズンによっては夜のライトアップをしているみたいで、それがめちゃくちゃ綺麗なので、いつかそれも見に行ってみたいです。前回の動画で初日に使った金額を載せていなかったので、ここで一旦振り返っておきたいと思います。まず大分空港について借りたレンタカーが$47、日本円で6900円。そして湯布院で食べ歩きをしましたが、こちらが昼食を兼ねての食べ歩きでしたので、1人$14、2045円。そして湯の平温泉にあります癒しの宿高翔さんが$199、日本円で1人29,050円だったので、合計が$260、37,995円となります。なのでこの日は残り$40、日本円で5,805円で旅をしていきます。この日は癒しを求めてここ自然豊かな阿蘇を満喫していきたいとお話ししましたが、残りの予算も考えての旅となりますので、そのあたりもぜひ参考にしていただければと思います。今こうして滝の裏側へとやってきております。ここ鍋ヶ滝は九州地方の中でもかなり有名な滝ですが、これまで西日本全県を旅してきた中で他にもいくつか滝を紹介してきました。その中でもこうしてここまで滝に近づくことができるのは珍しいので、迫力満点でたっぷりとマイナスイオンも感じることができます。
ここ最近の撮影では海に行くことは多かったんですけれども、こうして山に来て自然を感じるということがなかなかなかったので、久々にこうして山の自然を感じることができてすごく気持ちよかったです。皆さんも滝で癒されること間違いなしなので、ぜひここ鍋ヶ滝にも行ってみてください。迫力満点の鍋ヶ滝を堪能しましたが、こちらが1人300円でした。ここからはお昼ご飯を食べに黒川温泉へと向かっていきたいと思います。しばらく車を走らせてきました。ここを左に曲がって坂を下っていくと駐車場付近へ到着します。今回僕は黒川温泉の雰囲気とお昼ご飯を食べに行きましたが、もちろん温泉や宿泊をして楽しむことができます。黒川温泉と一言で言ってもかなり範囲が広いので全部は紹介できませんが、一番メインとなる場所を中心に今回は旅をしていきます。今の時期は秋ということで涼しくなってきて温泉がすごく気持ちいい季節になってきましたが、前回の動画で紹介した湯布院にも負けないくらいここ黒川温泉も素敵な温泉地となっております。また湯布院ほどではないですが周辺にはお店もあり食べ歩きを楽しむこともできます。ここ黒川温泉に来るのは5回目くらいなんですが、コロナウイルスが流行する前まではもっとたくさんの店舗があったような気がします。確か射的のお店もありましたし飲食店も今より多かったと思いますが、やはりコロナウイルスは観光業界にかなりの大ダメージを与えたんだなというのを改めて感じました。ただこの辺りは素敵な旅館が数多くありますし、とにかく雰囲気が素晴らしいので僕は大好きな場所の一つです。特にこれからシーズンを迎える冬の黒川温泉の雰囲気は別格に最高なので、ぜひ皆さんにも遊びに行ってもらって黒川温泉をもっと盛り上げてほしいです。これから昼食をいただいていきますが、その近くにあるこちらの川が冬になるとこういう風に変わりますよという写真を今からお見せしますので、ぜひそれも参考にして冬の黒川温泉にぜひ一度は遊びに行かれてみてください。阿蘇といえばやはり赤牛ということで、赤牛をいただくことができるこちらの和六屋というお店へとやってきました。赤牛は赤身が多く適度の脂肪分も含み、旨味と柔らかさ、そしてヘルシーさも兼ね備えているという最強の和牛となっております。今回はこちらの赤牛丼を注文しました。僕もこれまで何度か赤牛をいただいておりますが、本当に赤身が多くて非常にヘルシーに脂もくどくないので最後まで美味しくいただくことができます。こちらの赤牛丼が1人2875円だったので、少し贅沢な昼食とはなりましたが本当に美味しくて最高でした。この日はここ黒川温泉以外にもまだ行きたい場所があったので温泉には入ることはできませんでしたが、美味しい昼食をいただくことができて本当に最高の気分でした。これから次の場所へとまた移動していきたいと思います。今次の目的地へ向けて車で移動していますが、阿蘇の好きなところの一つがこの移動中で、こうして辺り一帯に広がる緑豊かな景色とこの青空はたまりません。海が好きと動画で何度も言っていますが、たまにこうして山の景色を味わうのもリフレッシュできてすごく好きです。今こうして大自然の中に伸びる道をひたすら進んでおりますが、これから標高936メートルの場所にある大観峰という観光名所へと向かいます。ここでは標高936メートルという高さから阿蘇の景色を眺めることができ、これがとにかく絶景で気持ちいい風と景色を楽しめるので、その様子を皆さんにもお届けしたいと思います。大観峰へと到着しました。この撮影をした日はまだ暑かったので風もすごく気持ちよくて涼しかったです。これから冬になるとかなり寒い場所となるので、旅行で行く際は必ず厚着をしていくことをお勧めします。以前冬に行った時には山の上なので風も強くすごく冷たくて
耳が真っ赤になって感覚がなくなるくらい寒かったです。阿蘇山をはじめ阿蘇の自然豊かな絶景を眺めることができるので、リフレッシュ旅行にはもってこいの場所となっております。ぜひ皆さんにも一度この絶景を味わってほしいので、これから迎える冬の時期に行かれる方は耳当てや手袋、マフラーなんかもあるといいかもしれません。先ほどの大観峰からまた車を走らせて、こちらの上式三熊野座神社へとやってきました。実は前にも熊本 Vlog でこちらの神社を紹介しました。アニメの舞台にもなっていたりと有名な神社ですが、この神社の上にパワースポットがあるというのを前回撮影に来た時にはリサーチ不足で知らなかったので、今回はそのリベンジも兼ねてやってきました。熊本県はあの大人気漫画ワンピースの作者である尾田栄一郎さんの出身地です。2016年に起きた熊本地震の復興プロジェクトとして、ワンピースの主要キャラクターたちである麦わらの一味全員の銅像が熊本県のさまざまな場所に建てられました。僕はワンピースが大好きなので、前回の熊本 Vlog の撮影の時には麦わらの一味全員の銅像巡りをメインに撮影しました。ワンピースが好きな方はたくさんいらっしゃると思いますので、気になる方は概要欄に熊本 Vlog のリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以前その撮影に来た時には大好きなワンピースに夢中になりすぎて、ここ上式三熊野座神社のパワースポットに行けなかったので、ずっと心残りでした。なので今日は神社への参拝と合わせてパワースポットにも行きたいと思います。こちらがそのパワースポットとなるんですが、反対側から入る光と相まって非常に神秘的な場所となっておりました。パワースポットと呼ばれるこの洞窟のような石の中へとやってきたんですが、風通しが非常に良くてすごく気持ちよかったです。ここでは石がかなり積み重なってあったので、僕も挑戦することにしました。なかなか下の方は大きい石なんですけど、上に行くにつれてかなり小さい石となってくるので難しかったんですが、なんとか無事に僕も石を乗せることができました。多分次の人はもう乗せれないと思いますけどね。はい、ということで阿蘇の絶景をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。今回の旅行のテーマが癒しということで、初日の湯布院と合わせてかなりリフレッシュのできた最高の旅行となりました。これから少し距離はありますが、ゴールの大分空港へと帰っていきたいと思います。最後にこの日に使った金額と1泊2日300ドルの旅ということで、2日間の合計金額がちゃんと予算内で収まったのかを振り返ります。まず2日目の合計金額がこちらとなりますが、2日目のこの日は残りの予算がもともと少なかったということもあり、また自然豊かな場所を求めていったので、37ドル日本円で5410円で抑えることができました。果たして2日間の合計金額は予算の300ドルで足りたのでしょうか。2日間の合計金額はこちらとなります。297ドル日本円で43,405円使ったということで、予算に対して3ドル日本円で395円余ったということで、無事に予算の300ドルで旅行することができました。今回は1泊2日で大分県と熊本県の2県にまたがって旅をしてきました。ドル旅初の試みでしたが、場所によってはこういう旅ができますよというのが伝われば嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしてます。それではまた来週。